はい、皆さんこんにちは。ポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。もう11月も後半になるんですけども、早いですね。もうすぐ2026年になっちゃうっていう感じですよね。まあ、だいたい月末になるとバタバタしてるんですけど、仕事がね。やっぱりフリーランスなんで自分でスケジュール立てて、クライアントさんの仕事の納期はあったりはするけど、そこを結構月末で調整したりとかしたりするんで、これからバタバタしていくし、もう12月だからね。でもね、仕事は適当にゆるくでいいと思ってて、じゃないと続かないからね。でも適当にゆるくっていうのは、勘違いしちゃいけないのは、クライアントさんとかそういう方に迷惑をかけたり契約と違うことをするのは良くないですよね。でももう毎日毎日全力で頑張って必死でやる必要はなくって、スケジュール通りにいかなくても大丈夫、なんとかなると思いながらやっていかないと、会社員だとしてもフリーだとしてもメンタルがね持たなくなっちゃうんで、そういう働き方で長く続けていくのが理想なんじゃないかなと思うし、そういうふうに言われてますよね。だから私もよく忙しいですよねって言われるけど、確かに忙しいしやることは終わらないけど、余裕はありますね。心にも時間にも余裕はあるかなと思って。でもだからといってずっと遊んでたりとか、仕事以外の無駄なことをしてる時間はあんまりないので、そこはもう自分でしっかり管理してやっていくしかないなと思います。ゆっくり休んじゃったりたくさん寝ちゃう時もあるんだけど、そしたらもうその次の日とかまた別の時に巻き返せるように頑張んなきゃいけないなと思います。でもね、仕事だけじゃないんだけど、やっぱり精一杯全力で心を燃やすように頑張る時って必要だなと思ってて、それは自分のためですね。誰かのためっていうより自分のために、これは仕事でも恋愛でも勉強でもそうなんだけど、ずっと全力で頑張るのは難しいんだけど、何か目標を決めたりとか、何のためにやってるっていうのを明確にして、自分はもうこれ以上できないぐらい頑張ったって言えるぐらいやり尽くすっていうのは必要だなと思って、それがある人とない人だと、本当ね、人生の深さというか、この人面白いな、そう面白さが違うと思う。ずっと、ゆっくり本当ね幸せに、困難なく生きてきた人、それよりも困難があったりとか大きな目標があってそれに向かってめっちゃ頑張ってる、もちろん辛いこともたくさんあって泣きながらとか、そう頑張って、でそれをね乗り越えた後の達成感がね、私は大好きなんだよね。だから私はもちろん恵まれてた環境に生まれたと思うんだけど、自分の能力スキル的に私はめっちゃポンコツなので、そこをもう全力で頑張ろうみたいな、もう困難とか悩みとかもうウェルカムみたいな感じで、そう頑張って、だから私はねこの20代かな、10代もそうだったけどね、勉強をすごい頑張ってたけど、だから仕事、転職、副業、お金を稼ぐことっていうのを全力で頑張ったって言えるかな。でもね、その恋愛っていうのも頑張るのは必要だと思ってて、よく我慢してまで一緒にいたくないとか、ストレスがたまるとか、その自分の精神的とか、その病気になるぐらいだったらもちろんもうそれは頑張るというか離れるように頑張った方がいいと思うんだけど、やっぱり人相手だから、で人を変えることって難しいし、自分が変わるのが一番なんだよね。で人っていうのは恋愛も仕事もそうだけど、やっぱり期待をしちゃいけないから、で自分の
全て思い通りにしようって思うと、思い通りにならない時に苦しかったり悩んじゃったりするから、そういう、何でも受け入れるような心を持つ努力するっていうのは必要なのかなとは思いますよね。なんかすごい現実的な話だけど、やっぱり結婚ってなるとさ、二人だけの人生ではなくて、自分たちの家族とかそういうところも影響するからさ、気を使うのは嫌だと思う人もいるかもしれないんだけど、私はずっと気を使ってて、それは家族相手にもね、仲いい友達とかにもそうなんだけど、そっちの方が後々楽なんだよね。全体的に楽なんだよね。気を使うことって疲れることと思われるかもしれないんだけど、関係を良くするために、気持ちよく一緒にいるためにやってることだから、それを自然にできるようになるっていうのが一番いいですよね。難しいとは思うけど、やっぱりね、尊敬する、尊敬されるっていう関係って、パートナーもそうだし、あと友達とか、そういう人付き合いってすごくそういうの必要だなって思うから、相手のいいところを常に見るとか、そこを認める、褒める、尊敬するっていう気持ち、プラス自分も尊敬されてないと難しいと思うの。いい関係を作るのは。だから私も尊敬されるためにお仕事頑張ったりとか、家事も苦手なんだけど、意外とやってるんですよ。私料理しないとかたまに結構言うんだけど、でもね、やれって言われたことはないんだけど、やった方がいいかなみたいな。そっちの方が栄養管理とかもできるし、そっちの方が美味しいご飯ができたりする時もあるから、そこは忙しくてもやるけど、でも自分の気持ち優先かな。ストレス溜まって不機嫌なね、とこはあんまり見せない方がいいと思うし、そうならないために自分の機嫌を自分で取れる能力っていうのは大事だなっていうふうに思います。結構 SNS 見てると、スレッズとか結構面白くて、もうリアルな恋愛とか仕事のリアルなことが書かれてるから、それに対してどうこう言ったりはしないんだけどね。なんか見方を変えると、そういう人とずっと一緒にいる自分で、あと自分を変えようとは思わないのかなとかも思っちゃうんだけど、でもね、相手がやばすぎる場合っていうのはあるから、そうなると難しいよね。あとは力経済力で支配されてたりすると。で、これはちょっとね、結婚の話までしていますが、要はね、何事もいい生活、充実した生活を手に入れるためには精一杯頑張るっていうことをしないといけないなと思って、それを続けていくためには余裕を持つことが大事だから、自分の機嫌を自分で取るために余白を作っていくっていうことが大事だなと思います。今も私全力で頑張ってるとは思うんだけど、その心を燃やしてまで頑張れるかどうかがあるかどうかでだいぶ変わるんじゃないかなと思います。はい。今日話したかったのは、この話を話すつもりじゃなくて、この間あった衝撃的な出来事を話したかったんだけど、虫の話で、虫がめちゃくちゃ嫌いな人はこれから先聞かない方がいいかもしれない。私は虫はすっごい苦手、大嫌いですね。触れない。蚊とかちっちゃい虫も触れないです。そんな私が体験した、これもすごい話したくて誰かに、家族には話したんだけど、私、高層階に住んでるので、虫とか出ないんですよ、基本的に。もうだからね、すごいマンションってすごいいいなと思うんだけど、だから、日頃そんな虫のストレスはないんですね。でもこの間ね、もうびっくりしたんだけど、いつも通りお風呂入ろうとします。で、脱衣所にタオルとかパジャマとか下着とか持って行って、もう普段ならもうそこ台の上置いてすぐ入るんだけど、なんかその日ね、よくわかんないんだけど、丁寧な気分になってたのか、自分の下着パンツをね、
きっちり広げて出た時に履きやすいように置いとこうみたいな、ほんとよくわかんないんだけど、なんかそういう気分になってて、あとね、急に寒くなったっていうのもあるから、なんかすぐに入りたくなくって、ちょっとなんかタオルとか整えようみたいな感じで思って、で、初めてよ、こんなの。もう入る前に整えようって思って両手に自分のパンツを持って、で、私目が悪いから、なんか顔の目の前まで持ってきたのね、それを。そしたらね、あれ何センチ、もうすぐ投げ捨てたんだけど、多分ね、4センチぐらいの蜂がついてたの。で、もうそんな近くで虫を見るなんてことなくて、そんな顔の目の前でもないけど、なんかね、ちょっと赤っぽかった。なんかリアルな蜂ってこんな色なんだみたいな。黄色と黒のね、しましまじゃなくて、あれはね、その類の蜂じゃなくて、なんかもっとやばい蜂だった気がする。いや、蜂かもちょっと私はわかんないんだけど、でもなんかもう危ない危険な虫だったのね。でも、もう私もすぐ投げて、もうめっちゃ叫んだんだけど、本当気持ち悪すぎて。だし、なんか信じられなくて、今まで、いや、でも、よく考えたら、やっぱ自分って守られてるというか、ついてるなって思ったんだけど、普段そんなことしないのね。ってことは、そのままいつも通り置いて、シャワー浴びて、出て、履こうとしたら、その虫がついたまま履いてるってことなの。でもそれ、表裏どっちだったのかまだ覚えてないし、あとね、若干弱ってたのかな。だからね、飛ばなかったのよ。もうぴったりくっついて。でも生きてんの、動くの。もうね、気持ち悪いでしょ。で、私は虫は本当ダメだから、ちょうどね、よかった、夫がいたんで、夫は虫全然大丈夫なんですよ。もうね、頼りがありすぎるんだけど、もう、いや、そんなのいないよ、みたいな。この部屋に、ね、絶対見間違い幻覚だよ、みたいな。そんな虫の幻覚見てたらやばいんだけど、で、落ちたパンツにはもうついてなくて、そのタオルについてたのね。だから、これこれこれって言って、で、なんか普通に、始末してましたね。いや、あれはね、なんかずっと忘れられないかも、あの虫の見た目。で、何の虫かわかんないけど、いやでもあれ蜂だ、多分蜂。なんとか蜂って名前忘れちゃったんだけど。そんな経験あります。で、やっぱびっくりしたのは、虫がいたこともそうなんだけど、なんでたまたま虫がいる時に私は何かを察したのかね。もうパンツをなんで丁寧に広げたんだろうって。もうほんと初めてだよ、あんなことするの。虫いるなんて思ってなくて。だから、ラッキーなんだけどね。もう恐ろしいよ。虫がついたまんま履いてたらどうなってたんだろうみたいな。いや、表にしろ、裏にしろ、やばいよね。しかも、飛んでかないような、ちょっと弱ってる状態の、本当にでかいやつ。もうね、そんなことがあったんですよ。でね、虫は、もう本当嫌いだから、虫が出ないような家に住んだりしてるんだけど、その前までは普通に一軒家、実家がね、一軒家なので、そこに住んでた時は虫はいましたね。虫がいるから虫が出ない対策をすごいしてたからあんま出にくくなったんだけど、なんか思い返すと虫エピソードがあと2つぐらいあって、でその2つも結構衝撃なんだけど、結果的に言うとあの被害はあってないのかな。もうなんかギリギリみたいな感じなんだけどね。ちょっとね、本当にもう私と対戦できる人いたらコメントで教えてほしいぐらいなんだけど、なんかさ、日本のネットでさ、自分に何か不幸な出来事があった時に対戦お願いしますって言うよね。あれすごい面白いんだよね。だから自分も不幸なことがあった。でもこれ以上不幸なエピソードをくださいってね。もちなみに何があったかっていうと、でもこれはね、もうほんと子供の時だと思う。もう6歳とか7歳とか、もうちょっと成長したかな。時なんだけど、1個目は、カマキリ事件があって、カマキリも私すごい嫌いなんだけど、気持ち悪いから、緑のやつね。家の中にカマキリがいて、で、普通に家の中歩いてって、で、もう歩いてる途中に足を地面につけようとした瞬間になんかいるって思って急いで足をどけたらカマキリがいたんだよね。もうそれもさ、ね、
私もうすごい敏感だなと思って。いや危ないよ。あれも多分ちょっと弱ってたかもしれないんだけど、踏んでたらもうしかも裸足だから気づいたんだ。そう、裸足で家歩いてて。もうあれもやっぱ忘れられないんだよ、ほんと。衝撃で、何時も叫んだ気がする。じゃあお母さんって言った気がする。でもね、踏まなかったの。でもまあちょっと当たったんだけどね。いや、気持ち悪かったね。めっちゃこっち見てたし。で、もう一個はね、ちょっと結構やばいエピソードあって。これもね、それぐらいの年齢の時かな。寝てて夜。で、なんかね、おでこの上が、なんか、かゆいなみたいな。なんかもじゃもじゃするなって感覚があったんだけど、眠かったからそのまま寝てたの。で、次の日の朝ね、めっちゃ大きいムカデがいた。家の中の、なんかちょっと起きてしばらくして発見して、絶対これ私のおでこにいたじゃんと思って。いやもう本当にさ、なんか、でもさ、でもね、刺されてないし、ムカデって足がめっちゃたくさんある気持ち悪いやつなんだけど、刺されてないし、なんか危ないよね。口の中とか入ってたらもう最悪じゃん。で、それも、いやまあ、気づかないのが一番良かったかもしんないんだけど、次の日起きてね、ムカデとかでもまあ、いて、もう絶対これだと思って、もうすごい気持ち悪くなったんだけど、まあ、何も怪我とかしてないから、まあ良かったと思って。いやこのエピソード忘れられないし、この間のパンツに虫がついてた事件もきっと一生忘れないんだろうな。もう本当に虫は、みんなも虫嫌いだよね。でも私の家族、妹はもちろん同じく虫ダメだけど、お母さんとかは別に平気だな。平気というか、子供たちが、あとお父さんも虫ダメなんだけど、ダメだからね、自分が何とかするしかないからね。私も、でもね、一回ね、ゴキブリはね、やったことあるの、私。もう家一人でいて、おっきいやつが。でもさ、ゴキブリなんてさ、すぐにやらないとさ、ね。でも、スプレーがありますから。ゴキジェットがあるから、遠くから、ああいうのも初めてやった。今まで自分でやったことなくて。でもやるしかないから。やったらね、いけた。で、どうやって捨てたんだろう。多分ね、自分捨てられなかったから、帰ってくるの待ってた気がする。そのまま放置して。でもなんか上に置いといたかもしれない。いや、ちょっと気持ち悪い話をしてしまいましたが、なんか対戦できる人いたら教えてください。もうこんなエピソードがあってね。いやしばらく虫事件からやっぱ洗濯物見るようになったね。でもね、おかしい。このフロアまで飛ぼうと思えば飛べんのかな。でもね、飛んでこないんですよ、虫。しかもさ、もう11月にさ、蜂なんているって感じだけど。本当になんかね、幻覚とか幻だったらよかったんだけど、それはそれで怖いけどね、もう疲れすぎだよね。そんな虫が見えるぐらいって。まあそんなエピソードがありました。はい、今日はそろそろ終わりにしようかなと思うんだけど、今回のポッドキャストのタイトルどうしよう。前半なんか仕事とか全力で頑張ることだけど、ゆるく続けていくことが大事だよっていう話もしたし、後半メインで話したいと思ってた虫の話をしたんだけど、どっちをタイトルにしようかなって今すごい迷ってます。なんかどっちもタイトルに入れたいんだけど、あまりにもつながらなさすぎて、ちょっとそこは考えようかな。タイトルに入れてサムネイルには別のを入れるとかね、そういうやり方もあるんだけどね。ちょっとそこは更新する時に考えたいと思います。はい、じゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。